始めさせていただきたいと思います。イェイ。いやー、早いですね。ついこの間、やったばっかりだなーなんて思ってたんですけども、もう生配信の時間がやってまいりました。恐ろしいですね、時間の速さが。いやー、やれやれ。いやー、今週もね、毎週毎週毎度のように言ってるんですけれども、いやー、もう、ちょっと大変な、一週間でして、いやー、もうね、忙殺されました。ね、そんなこんなで、本来だったらね、もう木曜とか水曜、木曜あたりに、今週の、生配信はこれですみたいな、ご案内をね、サムネでつけて、いつもね、ツイッターとか投稿で流してるんですけれども、まあ、今週もですね、もう何にもできなくて、本当に直前になるまで何するかなんていうふうにね、決めあぐねておりまして、ただね、なんかこう、最近ちょっとね、いろいろ物議を醸しているものがあったので、あ、これはちょっとなかなか題材としてはいいぞと、ピンとひらめきまして、今回はこのような形でですね、はい、アートストームから出ましたミニアクションシリーズの、はい、コンバトラー V とボルテス5ですね、こちらの方をちょっとレビューさせていただきたいなと思います。いやね、こちらもね、まあ、何の話かと言いますとですね、何を物議を醸していたかと言いますとですね、こちら、コンバトラー V が、なんか、新しくですね、超合金魂でリメイクされるんだそうで、はい、そちらの、最初のね、情報がツイッターでね、流れてきて、そのね、はい、デザインがですね、試作段階なのか CG なのか、画像がですね、流れてきたんですけれども、これがですね、もうバリバリアレンジが効いた形の、はい、コンバトラー V でして、なんかね、こう結構、超合金魂のね、新しいコンバトラー V が出たなんていう風に、出されたんですけれども、いやー、なんかね、こう、やっちゃったなっていう感じ。うん、で、もう、結構僕のフォロワーさんというか、フォローのね、FF さんの中では、僕のね、見えてる範囲内では、だいぶ、だいぶ批判が集まってるというか、誰一人肯定していないみたいな、そんなレベルの、はい、荒れ方になっておりまして。まあまあ、でもね、うん、言わんとしてることはわかるな、というところもあり、またね、当チャンネルでもいろいろね、玩具のデザインとかね、そういう話をちょっとね、深くお話しする際にね、いろいろこう、哲学というかロジックというかね、そういったものあると思うんですけど、はい、そのロジックに照らし合わせても、まあ確かにこれはちょっと、叩かれても仕方がないかな、みたいな、そんな感じのね、はい、ものになっておりましたので、うん。ただね、じゃあ、今一度立ち戻って、このコンバトラー V とかボルテス5とかそういったところのね、良さみたいなのを改めてちょっと振り返ってみようじゃないかというところが今回の生配信の趣旨というかね、うん。まあそういうところでですね、古き良き、ね、日本のスーパーロボットのね、はい、最初の合体ロボのね、最初をこう飾ってくれたコンバトラー V とかね、ボルテス5、こちらの方のですね、デザインのこの素晴らしさ、ちょっとロボデザインとは何ぞやっていうようなところまでを、ちょっとね、皆様と語らい合いたいなと思いまして、ちょっと今宵はそういったようなね、有意義な時間にしていきたいな、なんていうふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、チアさん、こんばんは。お疲れ様です。また、超合金魂コンブイ出ますね。チアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。もうね、
非難合々。大変なもんですね。皆さん、ご覧になりましたでしょうか、デザインね。ちょっとね、今、別のスマホがあれば映せるんですけれども、ちょっと今ね、ないもので、そうだな、パソコンの画面に移して、ちょっと見てみましょうか。ちょっと今出してみますね。超合金魂のコンバトラー V ですね。はい。こちらのリメイク版ですよね、リメイク。X で探した方が早いか。結構ね、X で流れてたんですけれどもね、大変な荒れようでしたね。何が荒れてるかと言いますとですね、やっぱこうデザインをだいぶ、あれしちゃってるんですよね。デザインをかなりいじくっちゃってるというか、そんでなんか一説によると、出てきた。一説によると、なんかこの、ボルテス5の、レガシー、フィリピンの方で実写リメイクされたやつ、あれに寄せてるんじゃないかみたいな、そんな話もあったりなかったりするんですが、いや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 と、そうにしてもちょっとひどすぎるよというね、そういう流れになっておりまして、なるほど。これしか出てこないな。はい。じゃあちょっとこれをちょっと流してみましょう。あれ。ちょっとですね、今、パソコンの画面をちょっと見せてみますね。はい。ちょっと今、出ましたので。はい。こんな感じですよね。こんな感じの、はい。新しいね、超合金魂のね、リメイクのやつです。はい。というね、そんな感じのリメイクがあったんですけれども、まあ今ね、お見せいたしました通りですね、だいぶデザインが変わっちゃっているというか、ガンガンに線を入れて、もうね、マジンガー Z インフィニティ的な、バッキバキにひび割れさせちゃったりなんかしてね。これか。だね、デザインって、じゃあ、なんでそれがそんなにね、批判されてるんでしょうねって言ったら、やっぱりこのね、コンバトラー V のこのデザインの美しさにあると思うんですよね。で、コンバトラー V って、すごく、合体ロボットの中では、始祖と言ってもいいんじゃないかというぐらいな感じの、日本のね、ロボット文化の金字塔になっておりまして、はい、実際にはですね、マシンが、複数のマシンが合体してロボになるっていうのは、なんか一説によると、ウルトラセブンのキング・ジョーが一番最初だったんじゃないかなんていう風な話があるんですが、ただですね、ちゃんとした立体物で変形合体をするおもちゃ、ロボット玩具が、はい、出たのは、はい、超合金のコンバトラー V ですね。ポピーだっけ？まだポピーだった時でしたっけ？ね、バンダイじゃないですね。ポピーですよね。の時の超合金のコンバトラー V が最初なんですよね。で、これもね、一つ一つ超合金としてマシンがバラバラに売られてて、で、それをね、合体させる、集めて合体っていう、そういう、仕様だったんですよね。うん。
で、それが爆発的な人気になって、コンバインボックスみたいなのがね、出たんですけど、まあ、その当時はね、合体、ね、超合金のおもちゃを合体させるなんていう技術、ノウハウはゼロだったので、やっぱね、合体強度に難があったんですよね。一応組み合わすことはできるけれども、維持ができないみたいな。で、しょうがないから、コンバインボックスにはね、それをつなぎ止めるためのゴムバンドみたいなのがね、くっつくみたいな。当チャンネルでね、よくやってる由緒正しいゴムバンド方式っていうのは、ここからの由来してるんですけれども、はい、そういったようなね、具合で、やっぱりね、このコンバトラー V っていうのは、まあ、日本のね、ロボット玩具の最初の開拓してくれた偉大なロボだっていうことなんですよね。はい。で、このコンバトラー V、最初のね、この70年代のスーパーロボットのデザイン、ね、流星を極めたデザインを、このね、牽引するというか、マジンガー Z と共にですね、マジンガー Z とかライディーンとか、はい、こういったところと共にですね、日本のロボット玩具やスーパーロボットのデザインというかね、ありようというか、こういったものの最初をですね、組み立ててくれた偉大なスーパーロボットなんですよね。うん。で、それだけにですね、やっぱ最初の生みの苦しみっていうのがすごくて、だからそういうのがね、デザインにも非常によく滲み出ていて、で、このデザイン、0から1を生み出したこのデザインが、まさに思考というか、非常にこのね、理にかなったものになってるんですよね、デザインが。それで余計なものが一切ない。ここにですね、ロマンがあるというか、そして、僕よりも10個ぐらい上だと思うんですけど、リアタイ世代のお兄さん方はですね、多分僕よりも10ぐらい上で、もう今やね、御年60になるのかというような、そういう方々が多分、コンバトラー V を超合金で子供の時に集めたいって言って、夢見ていた方々だと思うんですが、そういう方々からとってみたら、今お見せしたね、バキバキのひび割れデザインというか、うん、令和版コンバトラー V 的なやつが、もう、なんだろうな、うん、邪道というか、うん、そういうものに移ったんだろうなと思います。うん。でね、これはね、そう思うロジックというか、というのもいろいろあるんですよね。なので、ちょっとそこら辺もね、おいおいちょっと話していきたいな、なんていうふうに思うんですけれども、うん。まあ僕もですね、まだちょっと飛びつきたいなって思うほどは、触手は伸びなさそうだぞっていうのは、僕の見解ですね。うん。僕もあんまり、超合金魂コンバトラ V を欲しいなとはまだ思っていないというか。いや、まだわかんないですよ。デザインは置いといて、もしかしたら別のね、なんかこう、通常のね、コンバトラー V とかにはなかったような機能とかが付加されてる可能性はありますからね。で、そうなると、今回ね、言われてたこのデザインうんぬんかんぬんとか、そういったところのマイナスをね、払拭する、上回るほどのプラス要素があれば、まだ何とも言えないのでね。うん。なので、ちょっとね、まだ静観するかなというところですかね。うん。チアさん、先に映像作品を作れば違ったかもですね。それはアレンジをもっと振り切れれば。ああ、なるほどね。あの、あのデザインで、映像を作ってのロボっていうことですよね。まあ、要は、その、フィリピンの実写化みたいな、あんな感じで、まあ、新しい、アニメみたいなのをね、まず最初に作って、出してからのっていうことですかね。うん。まあ、まあ、それもね、一理あるなと思いますし、それによってね、マジンガー Z インフィニティだったっけとか、あの、ね、
何ですか、コンバトラー V じゃなくて、ボルテス5レガシーか。ボルテス5レガシーね、実写版とかね。ああいう感じに、肯定されるという未来もあったかもわかんないですね。確かにね。つとむえのきさん、コンバトラー V、ボルテス5って、ウリ2つ。あ、どうも、つとむえのきさん、よくお口くださいました。ありがとうございます。まあそうですね、最初のね、日本の合体ロボのね、ワン、ツーなんで、1号、2号なんで、まあ確かにね、仮面ライダー1号、2号みたいなところもあるんですけれども、まだね、やっぱりですね、当時の超合金とかの玩具を触ってらっしゃるお兄様方とかはですね、まあよくよくご存知かなと思うんですけれども、やっぱりですね、あの、バージョンアップしてるんですね。やっぱりここは、コンバトラー V はもうゼロからのスタートなので、もうとにかく作ってみたっていう感じのね、もう本当にもうパイオニア精神というかですね、フロンティア精神まんまで作られたような玩具ですので、まあ、そのね、挑戦力というか、その息っていうのをですね、がもう日本一のロボなんですよ。でそれに対してこのノウハウを使って、この土壌を使って、やっぱりね、出てきた問題であるとか、あぶり出された問題なんかを、もう一回焼き直してというか、この問題を一回クリアした形で、さらにバージョンアップした形で、コンバトラ V のこの五体合体をやってみたらどうかというので作られたのがボルテス5というね。2号機って感じですよね。ブラッシュアップされた2号機っていう感じの、はい、出来なのかな、なんていうふうに思います。実は僕はですね、子供の時に、はい、昔のね、昔流行ったというか、ちょっと前に流行った、玩具っていう形で、おお、こんなのがあるのかかっけーなんていうふうに思ってたのは、実はこっちのボルテス5側なんですね。はい。特にこのボルトクルーザーのね、このボルトクルーザーのこのね、変形が、もうね、かっこよすぎたっていうイメージが僕の幼少期にありますね。小さい時の思い出にやっぱこのボルトクルーザーっていうのはめちゃめちゃあります。はい。特にですね、このボルトクルーザーと、えっと、バトルジェットか。これね、主人公機2機なんですけれども、はい。これはですね、超合金の時には、これ後ろにね、ブースターパーツがくっついてるんですよ。で巨大化してるんですね。かなりジェットとして。そうそうそう。だけど、合体するときはそのブースターパーツっていうのは完全に余剰パーツなんですよ。で、この状態、ちっちゃくなっちゃって合体みたいな。で、それがね、ボルトクルーザーの時には、こう外す必要がないんですね。余剰パーツなく合体できる。だから、ジェットの時にもこれだけ大型のね、ウィングのついためちゃめちゃかっちょいいマシンで、かつこれが余剰パーツなく合体するというね。また合体シークエンスもこうやってグワーっていう風にクランク状にね、なって、これはちょっとそれ再現されてないんですけど、ぐわーっとクランクした時に顔が出てくるんですよ。でこういうね、気候みたいなのも、子供の時にはね、えれーかっこいいなっていうのをね、思ったのを今でも覚えてます。コンバトラー V は僕にとってはですね、ちょっとその当時、子供の時の僕にとってはね、ちょっとかなり古のロボだったですね。だから、スーパーロボット対戦が出るまでは、やっぱり、マジンガー Z とか、マジンガー Z とか、ゲッターロボとか、ライディーンとか、うん、大胆3とか、ザンボット3とか、ああいうのはね、実は結構昔です。僕はかなり古のものだなっていう風な印象でしたね。僕の場合はもう本当に、あの、トライダー G7 とか、で、ちょっと前でボルテス5とか、トライダー G7 とか、
あとあれですね。あの、あれですね。うわ、出てこない。陸海空でガタイだ、ゴーゴーゴー、ゴッドシグマ。シグマ、シグマ、ゴッドシグマですね。ここら辺です、僕は。うん。なのでね、かなりね、昔だなっていうイメージがあるんですけれども、まあでもね、それでも、やっぱりこのコンバトラー V ボルテス5がなければ、今の日本のロボット文化はなかったと言っても過言ではないので、いやもうこれはめちゃめちゃ尊重すべき偉大なロボだなと思います。はい、オトカメラダセイバーさん、こんばんは、今日も少しだけよろしくお願いいたします。コンバトラー V ボルテス5すごいですね。ボルテス5は悲惨と切ないで奥が深いです。どうも、オトカメラダセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。まあそうですね。お話ですよね。劇中の話のストーリー展開というかね、ストーリーが結構重たいんですね。そうそうそう。この、コンバトラー V とか、ボルテス5とか、その後のね、えダイモスだ、ダイモス。この3シリーズが、長浜ロマンロボシリーズとかっていう風に、後に言われるようになったんですけれども、っていうのがありまして、どういうことかっていうとですね、結構その、今までのね、その、マジンガー Z とかね、ゲタロボなんかのこの完全懲悪というかね、すっごい悪い敵が攻めてきたので、いいもののロボね、正義のロボットがぶちのめすっていう、まあ子供たちが見る単純明快な完全懲悪系の話を、ではなく、ちょっとドラマを入れるっていう、話の中にちょっとドラマを入れ、敵側にも攻めるだけの理由があるとか、そういうね、あの、敵側のストーリーも含めての話とかっていう風に、ちょっと大河ドラマ的な感じに、はい、やろうよっていう風に、このロボットアニメの中にそういったね、大河ドラマ的なエッセンスを、盛り込んできたっていうのが長浜ロマンロボシリーズってのがあるんですね。まあ、それがね、後に絶大な影響を及ぼしてですね、後のスーパーロボットアニメの路線をですね、あの、一気にこっちのね、深いストーリーの方に、寄せるようになったね。まあ、非常に大きなきっかけになった作品でもありますね。なので、かなりね、中身は濃いんですよね。特にね、こっちの2作品目になりました、ボルテス5の方はですね、非常に、深いというか、お話があるんですよね。で、そこのお話がですね、やっぱりこう革命によって、自分たちの、世界を築いていく。で、その革命精神というか、そういったものを、あの、反映しているというかね。っていうところが、やっぱりこのフィリピンのお国事情というか、歴史にもちょっと合致するところがあって、あの、自分たちのその国民的なね、感情をこう投影するというか、まるで代弁しているかのようなストーリーだっていうことで、フィリピンで絶大な支持を得たんですよね。だからこのフィリピンの方からすると、自分たちの話だっていう風になったわけですよ。それですごくね、国民的なものすごく人気のある作品になったっていうのは、ちょっと実は政治事情みたいなのも含まれてるんですよね。うん。なので、非常にね、奥が深いと言えば、かなり奥が深いなというような感じですね。ライムさん、こんばんは。コンバトラー、ボルテス、ゴライオンあたりは商品化に恵まれているというか、多いというか。どうも、ライムさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。まあそうですね。やっぱりこう、そこら辺がですね、やっぱコンバトラー V、ボルテス5は、やっぱりこう、
最初、まあ、合体ロボのアイコンみたいなところがありますからね。うん。だから、まあ、スーパーロボット、合体ロボットの一番最初の合体機構を盛り込んだ玩具の始祖、一番最初であり、さらに超合金魂でも、合体する超合金魂は初めてがコンバトラー V なんですよね。そうそうそう。で、スーパーロボット対戦でもね、うん、最初に合体機構を取り入れた、ユニットはコンバトラー V だったんですよね。うん。まあ、1回しか合体できなかったんですけどもね。うん、だけど、一番最初にちゃんとね、マシンから合体してボルテス、コンバトラー V になるっていう風になったのは、最初のユニットはコンバトラー V だから、まあ、やっぱりね、合体といえばコンバトラー V っていうようなね、アイコン的なものになりますし、まあやっぱりね、そういう意味では当然ね、立体化なんかに恵まれるっていうのは、まあ当然なのかななんていうふうには思いますね。まあ、それ以降のですね、やつに関しては、やっぱりこう、我々ぐらいのね、感じ、うん、だから40代とか、50代とか、50代前半とか40代とかね、中盤後半あたりのおじさんたち、まあ、ここら辺がこう、ターゲットになってるんで、まあ、そこら辺の人たちがね、一番金落としがいいだろうというところで、ターゲッティングされてるんじゃないかな、なんていうふうに思ったりします。カメラダセーバーさん、ボルテス5の実写版、テレビ版、劇場版見ましたが、テレビシリーズのレガシーは、今、どこ行ってた、テレビシリーズのレガシーは、今、日本で、やっちゃいけないシーンがあり、主役たちの好きなものを新しい司令官が捨てさせるのはどうなんだろうと思います。あ、そうなんですね。なんかそういうような内容があるんですね。僕ちょっとそちらまだ、見てないものですから、ちょっと中身に関してはちょっとよくわかってないんですけれども、あ、そういうシーンがあるんですね。なるほど、なるほど。まあね、そこら辺はまあ、お国が変わるとね、いろいろね、そこら辺の際どいところはね、変わって、お国事情で変わってきますからね。なんとも言えないですね。チャーさん、1番の泥沼は、超合金ポピニカ版のバージョン違いですね。同じコンボイなのに時期違い、仕様違いだと合体すらできない罠。まあそこら辺はね、もう本当に手探り状態で当時やってたんだと思うんでね。まあ、致しかないし、その後のね、コレクターたちからすると、やっぱこのね、仕様が複雑であればあるほど燃えるみたいなね、コレクター魂に火をつけるみたいなね、そんなところもあるでしょうから、お金を持っていらっしゃる方はね、いろいろこう、集めて探して集めるっていう楽しみがあっていいんじゃないかなと思います。音カメラがセバさん、実写版ボルテス5レガシー第2期フィリピンでやるらしいですが、今思ったのが第2期無理ではだったら、ボルテス5を日本で令和版アニメでやった方がいいと思いました。あ、そういうのがあるんですね。へえ、全然知らなかった。でも、どうなんですよ。僕まだ見てないもんですから、あれ、どこまでやって全部終わったんですか、ストーリーライン。ね、終わってね、だったら、あの、続編作りようがないんじゃんみたいなね。ビクトリー5やるしかなくなるんじゃないのっていうね。そういうレベルになっちゃうんじゃないのかななんていうふうにね、思っちゃうんですけれども。まあ、あるいはね、フィリピンが主導して、続編で全く新しいストーリーを作るとしたら、多分大ごけするだろうなと思いますしね。やっぱりね、うん。ここら辺はやっぱすごいですよ。ボルテス5もコンバトラー V もね、うん。東証ダイモスにしても、うん。デザインもストーリーも、やっぱこう、
ね、ゼロから確立した、ね、方々がね、こう試行錯誤して作ったものですからね、やっぱり動かしようがないですし、これで文化がね、日本国内で醸成されてきたっていう歴史もありますからね。それがね、ちょっとこれが好きだったからということでですね、またその付け焼き場で、なんかね、それになぞって新しいものをみたいにやっても、うまくはいかないんですよね。やっぱそこには魂が乗ってないというか、上っ面だけ真似てもですね、魂までは、宿らないので、やっぱり似た何かっていうことでダ作になるっていうのは、間違いないのかな、なんていうふうに思うから、フィリピン主導で続編はやめといた方がいいよと言いたいですね。日本だって多分ダメだと思いますよね。今のクリエイターが付け焼き場で続編なんてアニメ作っても、ろくなもんができるとは思わないですよね。もうそれこそフロンティア精神で、もう既存のね、ものを全部ぶっ壊して、ゼロから作り上げるんだっていうね、批判も何もかも全部飲み込む覚悟でやるとか、そういうね、骨のあるクリエイターが全責任を負って作るっていうね、意思があってやるもんなんだったら、いいんじゃないかなと思うんですけど、そういうのってなかなかないですからね。日本だってそれで成功した例っていうのはほとんどないでしょう。だから、ね、平成の、クーガとかね、あと、ガンダムシードとか、ガンダムウィングとかね、あと G ガンダムか、とか、ああいうね、もう全部ぶっ壊してゼロから作り上げるみたいな、そんな感じがないと多分難しいですよね。だから令和版コンバトラ V とか、令和版ボルテス5を作るとしたら、いやー、よっぽどですよ。マジンガー Z は、正直、あれは失敗の部類だと僕は思ってるので、あれはちょっと中途半端すぎますよね。あれは良かった。ゲッターロボは。ね、チェンジゲッターロボは良かったと思うんで、あんぐらいの、熱量がないと、ちょっと手出さない方がいいと思うよと、僕は言いたいですね。おとかめライダーセーバーさん、わかります。その最初のロボがなかったら、今年10月からのダンデバインがなかったと思います。ボルテス5は大人の作品だと思います。ロボアニメの完全中悪ではないのはグレンダイザーからですね。そこら辺は、そうですね。そうですね。ダンデバインですね。メカスマから出てる新しいやつで、メカスマ主導でやるってやつですよね。ロボットアニメという意味では、一番最高発って感じですもんね。確かに確かに。うんうん。そうですね。ボルテス5の、大人の作品。確かにね、この長浜ロマンロボシリーズとか、その前のね、ライディンあたりからですね、やっぱりこう、敵側の方にもドラマがありみたいな、流れが出てきて、で、そのね、敵側の方に、結構ファンがつくというか、女性ファンがつくとかっていうね、そういう現象が起きたりしてましたからね。そういう意味ではちょっと大人のものというふうにも言えるのかなと思うんですけど、もちろんね、メインは子供です。だから子供のものだし、昔の当時の世相から考えれば、当然ね、あの、ロボットアニメは砂利番組って言われてましたから、まあ、子供たちが見る。プラス、その当時人権がない、オタクが見るっていう、その二極っていう感じの時代だったんですよ。今みたいにオープンじゃないというか、もっとね、生きづらい世界だったので、
まあだからね、まあなかなかこう大人のものだっていうふうに言ってしまうのはまたどうかななんていうふうにはちょっと思うんですけれども、ただね、ストーリーのね、中身は、ただの砂利番組じゃないぞというのを、まあね、中のね、脚本家とかクリエイターとかね、命削ってやってましたからね。そこら辺はね、富野義行さんとかね、もう、伝記とか、自叙伝なんかをね、読んでると、まあ、非常によくわかりますね。ものすごいコンプレックスがあったみたいですからね。演劇とか、通常のドラマとかね、映画とかの作家に対するね、ものすごい嫉妬心があるんですよ。でね、ものすごい虐げられてたんですね。だからここを、アニメを捨てて、そっち側に飛び込むんじゃなくて、アニメ側からギャフンと言わせてやるというそういう精神でやられてたようですから、まあ、そういうね、凄まじい情念みたいなものが乗っかってないと、まあ、こんな素晴らしい作品にはならないですね。まあ、富野義行さんじゃないですけれども、ね、それにね、連なる昔のね、クリエイターさんたちのこの情念っていうのは、まあ、凄まじいものがあるんだということですよね。オトカメラダセバさん、ロボアニメの完全懲悪ではないのは、これは読んだか。そうですね、グレンダイザー。そうですね。グレンダイザー、まあそうですね、グレンダイザーも、まあ、とも言えるし、まあ、そうですね。ちょっとここら辺は、意見は割れるところなのかなとは思うんですけれども、まあ確かに、そういうところもあるかもしれないですね。オトカメラダセーバーさん、フィリピンでボルテス5、一時放送なくなりましたが、すみません、忘れてるんですが、何かがあってフィリピンのボルテス5放送復活しました。すごいぞ、フィリピン。ボルテス5の実写版は、最終回はアニメの最終回までやっているので、第2期は難しいと思います。まあそうです。最後までやってるんですね、やっぱりね。じゃあ、やめた方がいいですね。シアさん、ボルテス5、グレンダイザー、ゴライオン、モスティーダが世界で売れてるのは面白いなと思いますね。確かにね。もうボルテス5はめちゃめちゃね、国民的人気になってますし、グレンダイザーもそうですよね。グレンダイザーも売れてるし、あれもね、鋼鉄ジーグも売れてるんですよね。グレンダイザーは結構各国で売れてるんですよね。フランスでも売れてるし、あと南米の方でもすごい人気があるんですよね、グレンダイザーってね。で、鋼鉄ジーグはイタリアで絶大な人気があるんですよね。鋼鉄ジーグとキャプテンハーロックはイタリアでね、ものすごい人気があるんですよね。とんでもない人気があるそうですよ。で、ブラジルはジャスピオンですよね。なんか、いろいろあるんですね、各国でね。モスティーダもね、あれよりも、マクロスなんかよりも全然人気あるんですよね。やっぱそこら辺は、面白いですよね。どこの、いろんな国でね、何が火つくかわかんねえみたいなね。でも、それでも日本のコンテンツがね、それだけその国の中で、中心にね、文化の中心になるぐらいな影響力を持ててるっていうのは、まあ、それはなんかね、すごいことですよね、本当に。だからこそ、なんかこう、かけがえのない文化だと思うし、もう僕はね、変な話、この日本のロボット文化っていうのは、もはや歌舞伎とか、相撲とか、禅とか、生け花とか、そういうのに匹敵してるようなもののように感じますよね。伝統芸能というか、文化ですよね、文化。だから、それをね、ただの一時で、の人気で、人気なのなんだので、消しちゃダメなんじゃないのって思っちゃうんですよね。だから、
うん、スーパー戦隊もそうですし、ロボットアニメもそうですし、うん、途絶途絶えちゃいけないんじゃないのって思っちゃいますよね。どんな形でもいいから存続させ残すべきだし、それは伝統芸能的な感じでね、日本人の手でやらなきゃいけないものだと思うんですよね。どんな形でもって言いますけど、それがね、外国のクリエイターが外国で日本風のものを作って存続は、それは存続してることにならないし、そこには魂は多分乗ってないんですよね。だけど、じゃあ今の日本のクリエイターがね、その昔の方の魂を継いでるかというと、それもちょっと怪しいなっていうところがあるんで、なかなか悩ましいなとは思いますけどね。うん。でもすごい話だなと思いますよね。うん。と仮面ライダーセーバーさん、今、昭和に発売したポピニカシリーズが復活していって、もしかしたら今後も最後まで発売すると思います。ボルテス5レガシーの吹き替え版にはアニソン歌手の堀江光子さんが、主役のお母さん役で演じています。奥が深い話ありがとうございます。はは、ありがとうございます。恐れ入ります。あ、そうなんですね。そうなんだ。日本人で出てるんですか？へえ。あ、あれですかね。アテレコで向こうの方が、あの、そのね、吹き替えしてるんですかね。へえ、そうなんだ。なるほどね。ポピニカシリーズね。昔、あれがね、ありましたよね。カプセルポピニカ。あれも出てたんで、まあ一応復活したといえば復活してるんですよね。一応僕もね、全部持ってるんですよ。カプセルポピニカ版。こういうやつね。こういうやつね。はい。そういう意味では全部出ましたね、確かに。うん。まあ、今ね、超合金魂で、新たにね、リメイクされましたけど、まあ、なんかね、ツイッターに、X にいるお兄さん方は、まあ変な話、超合金魂復刻するか、あるいはもう本当、ポピニカンのね、昔の超合金のコンバトラ V を復刻してくれみたいな、そんな話の方が大きかったですね。うん。オトカメナガセーバーさん、自分が見ていたリメイク版グレンダイザー U はあまりにもひどすぎて、筋肉マンのリメイク版と一緒に YouTube で批判されていました。あ、そうなんだ。グレンダイザー U？ 本当に、確かにあれはきつかったね。僕も全話見ましたが、確かにあれはね、何かの片手間で見ないと、ちょっと耐えられなかったかもしれない。あれはちょっときついね、確かにね。ちょっとなよなよしすぎというか、デューク・フリードはそんなこと言わないみたいな。そんな感じのオンパレードでしたね、確かに。まあでも、なんか僕、それはそうなんですけど、グレンダイザー U で、あの、一個だけいいなって思ったのは、やっぱ最後ですのやつですよね。コズモスペシャル。マジンガー X も非難合々だったんですけど、最後ほら、コズモスペシャルでさ、あの、全部のスペイザー合体してさ、で、それが、マジンガー Z にマジンガー X に合体した全合体バージョンみたいなのが出て、それは原作オマージュなんですけど、原作のコズモスペシャルは、完全に別のやつなんですね。完全なロケットなんですけど、グレンダイザー U は、既存でグレンダイザーに合体したスペイザーたちが3体で合体した全合体メカなんですよ。で、それをマジンガー X が背中に背負って合体して、全合体版マジンガー
マジンガー X みたいなになって、で、さらにそれが、最後、闇落ちしたというか、敵側の方にね、行っちゃったグレンダイザーを、まあ、呼び覚ましてですね、そのグレンダイザーにさらにスペイザーが3機全合体するみたいな、そういう熱い展開があったんですよね。あの展開だけは、グレンダイザー U は捨てたものじゃないよと僕はちょっと思っております。だけどね、残念ながら SMP でもね、本体が発売されただけで、各種スペイザーはついぞ発売されなかったですし、どの立体化にも恵まれてないので、ちょっと寂しいなと思っている次第でございます。オトカメラダーセーバーさん、ジャスピオンブラジルで大人気の理由が主役のコミカルだから大人気です。ブラジルでリメイク版制作中でプロトタイプは CG ですがすごかったです。ボルテス5レガシーの、吹き替え版の堀光子さんはアテレコです。あ、そうなんですね。そう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 、ジャスピオンね。うん、そうそうそう。なかなかね、ブラジルでジャスピオンめちゃめちゃ大人気なんですけど、でそれもね、やっぱりこう、ブラジルって、ほとんどの国民がね、ちょっと貧しい方々というか、なんですよね。で、あんまりこう、有料コンテンツは、上流階級の人しかありつけない世界だったんですよ。で、ほとんど、で、公共放送が3局ぐらいしか当時なかったらしいんですね。で、そこでも3曲しかなかったんですけど、ほとんど音楽番組とニュースしかなかったんですよ。娯楽っていうものがほとんどなかったらしいんですよね。で、その時にまだ高くなかった日本のコンテンツを海外に展開しようっつんで、展開してですね、ほとんどただ同然で巻いてたみたいなのがあって、で、ブラジルの方の公共放送で、キャプテン翼とか、流してたらしいんですよ。アニメで。キャプテン翼とか、ジャスピオンとか、そういったのを流してて、だから、そのね、ブラジルの多くの国民の人たちがタダでね、見れる公共放送の中で、娯楽番組みたいなものが、日本のコンテンツしかなかったらしいんですね。でその中での、特撮作品は、もうジャスピオンだったんだそうですよ。その時にね、流れたのが。だからもう、なんだこれはと。その映画とかはほとんど見れないような人々が最初に触れた特撮実写映像がジャスピオンだったんですよ。だから度肝抜かれて、なんだこれはっていうことで、それで国民的大人気になったみたいね。しかも明るいノリだし、話も結構壮大だし、だからもうなんかまるでスター・ウォーズを見てるみたいな感じの、良さがあってね、サタン・ゴースなんてもろですからね。思いっきりパクってんじゃねえかっていうね、レベルだったんで、うん。でね、しかも変形するロボとかね、そういう素晴らしいエッセンスもあり、出てくるマシンは全部かっこいいし、だからまあ、そりゃあね、一番最初にあれが出てきたら、そりゃあ夢中になるわなって思いますよね。うん。山中幸雄さん、主さん皆さんこんばんは、お疲れ様です。今日はトイザラスでウルトラアクションフィギュアシリーズネオのウルトラマンゼロコスモライズなどを買いました。あ、どうも山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。あ、ウルトラマンのやつですね。いろいろね、出てるんですね。へえ。ウルトラマンもね、結構アクションフィギュアとかよく出ますよね。すごい、ね、展開力があってすごいなと思いますよね。新しいシリーズもね、なかなかこう、好評なようで、いや、それは素晴らしいなと思います。おとかめの間セーバさん、堀江光子さんがもともとボルテス5のアニメ版のオープニングを歌っていたのが、堀江光子さんで、
フィリピンのアニソンのライブで歌っていって、もしかしたらそれで選ばれたんだと思います。ああ、そうですね。非常に、あの、アニメが流されてた時に、なんだろう、その現地版の、オープニングに差し替えてとか、あの、じゃなかったんですよね。本当に、なんだろう、本編の吹き替えだけで、それ以外は全部まんま日本の映像を流してたらしいんですよね。うん。なんで、主題歌も当然ね、日本版のボルテス5のあの歌を、現地の方も聞いてたらしく、で、あまりにも作品が神格化されすぎて、向こうは、キリスト教圏の国なんですけど、キリスト教のね、賛美歌隊が、ボルテス5の歌を合唱するみたいな、そんな動画もあったりして、なんか、そういう感じのね、すごい扱いを受けてるんですよね。まあ、だからね、そういう意味で、本物が来たみたいな感じで、よく招かれてね、非常に人気があるのかな、なんていうふうには思いますね。でも、現地でね、その実写版で配役されるっていうのはすごい話ですね。それすごいな。あ、そして山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、ありがとうございます。乾杯。はい。いつもありがとうございます。励みになっております。仮面ライダーセイバーさん、吹き替え版ボルテス5レガシーのテレビ版は最初フィリピンの女性がオープニングを歌い、エンディングは音楽だけでしたが、途中からオープニング、エンディングは堀光子さんが歌っています。もともとエンディングは亡くなった兄貴の水木一郎さんが歌っていましたが、もしかしたら堀光子さんしかいないと思ってエンディングも歌ったと思います。あ、そうなんですね。なんか僕が見たやつでは、そのまんまの提供されたらしいっていう話を聞きましたね。なので、まあ、もしかしたらそういうお話もあったのかな。そこら辺は、その真偽の方ではちょっとわかんないですけれども、そういうこともあったんですね。なるほど、なるほど。ということで、そろそろですね、体も温まってきたところで、すごい時間喋っておりましたが、はい、早速ですね、こちらのミニアクションシリーズ、コンバトラー V ボルテス5の方をちょっといじくりながらお話ししていきたいかなと思います。はい、こちらの方はですね、ミニアクションフィギュアシリーズでございまして、アートストームさんからね、発売されて、もともと、どこでした？香港でしたっけ？どっかの、ね、会社さんが作られたものをアートストームさんが日本で売ってるっていう感じの販売形式なんですよね。で、形としてはですね、非常に、あの、えっと、少し簡略化された、形ですけれども、ギミックをすごく洗練されていギミックがすごく洗練されていて、まるでね、超合金魂みたいなギミックを備えつつ、しかもね、合体して少し、というかかなり可動性も担保しつつみたいな、いろんな、なんでしょうね、いろんなパーツとか、オプションパーツとか、そういったものは付属しないんですけど、変形合体を楽しむっていう、あの、ことに特化させてですね、で、パーツを少なく簡略化させつつ、それでも変形合体はもう超合金魂並みにやるっていう、そういうね、かなり割り切ったものな、形の製品になってるんですよね。でしかもね、非常によくできていて、しかもね、サイズ感もちっちゃくてね、すごい、非常に手頃なんですよ。で、その上でね、お値段もこの当時はね、まだ全然そんなにしなかったんですね。3000、4000円しなかったぐらいなんですよ。だからね、非常にお財布にも優しくてですね、素晴らしいシリーズだなと思ってたんですね。で、その中のね、第1弾で来ましたのが、こちらのコンバトラー V ですね。
はい。はい。まずはですね、こちら5体。ね、これバトルジェットですね。これ主人公が乗るバトルジェットです。でこちらが、バトルクルーザーですね。はい、重爆撃機というような形になっております。でこちらはバトルマリンですね。水空両用ですね。のマシンになって、特殊なマシンになっております。海も潜れるというね。そして、こちらバトルタンクですね。でこちらがバトルクラフト。この5体が、5機が合体して、スーパーロボットボルテス5に合体するというね。はい。そういうような形になっております。はい。で、マシンをね、一つ一つちょっと見ていきたいな、なんていうふうに思うんですが、じゃあ、やっぱりバトルジェットですよね、まずは。ね、とにかくこうちっちゃいんですけど、よくできていますね、本当に。うん。素晴らしい出来。で、本来だったらここにこうね、シャッターが降りるんですけれども、まあ、その機能はさすがにオミットという形でね、なんですけれども、うん。このサイズでよく、できて、再現されてるなと思います。非常に再現度は高いし、うん。単体でね、非常にかっこいいなと思います。ちゃんとですね、ここのキャノピー部分はね、クリアパーツになってるんですよ。これがね、非常に素晴らしい。はい。こちらバトルクルーザーですね。これはね、非常によくできていて、まあね、ややもすると、まあ、こんだけね、簡略化されてるですから、まあね、これ分離して、こんな状態のまんまで、これでもおかしくないじゃないですか。それをね、ちゃんとジェットとしてね、成立させるために、このね、胸をちゃんと前にスライドさせて、ちゃんとね、ジェット機として、こうね、成立させてくれているとね、この、この機構がすごく嬉しいですね。非常によくできてるなと思います。うん、ちゃんとね、後ろにもこのね、キャタピラ風の、はい、タイヤがね、ありますし、いや、非常によくできてるんじゃないかな、なんていうふうに思います。かっこいいですよね。うん、単純に。このサイズでよくここまでちゃんと再現してるなと思います。かっこいいですね。はい、そしてこちら、バトルマリンですね。これはね、コンバトラー V の中で一番でかい、大型のマシンになるんですけれども、うん。これもね、すごくよくできていて、でしかもね、まあ、見てのごとく、まんま下半身というかね、足を担当するマシンなんですが、ね、ちゃんとこういうところもね、抜かりなくクリアパーツを使われたりなんかしていて、うん。シュッとしててかっこいいですよね。うん。なので、非常に単体のマシンとして非常に説得力がある、はい、いいデザイン、出来だなと思います。こちら、バトルタンクですね。はい、ちゃんとこれね、おっと、外れた。ちゃんとね、二重で、クランクで引き出せるようになってるんですよ。これ、アームが出ててね。うん、だからね、特段何かを、ね、追加パーツなくとも、こうやってちゃんとね、うん、バゲットの方を前にこうやってぐわーっと出すことができるんですね。多少こうね、表情もつけたりすることもできます。ただね、さすがにね、さすがに、本当にちっちゃい2ミリ軸みたいなので繋がってるだけなんで、肩持ちで。外れやすいんですよね。これがたまに傷ですが。うん、特段の追加パーツなく、こういったような、細かいギミックまで、このサイズでね、中に盛り込んできてるっていうのは非常に好印象ですね。で、ここのキャノピーもクリアパーツと。でね、こういう
ね、ちっちゃいアンテナパーツみたいなのも抜かりなくね、搭載している。いや、これは非常に、満足度が高い。そしてね、中にちゃんと3って書いてあるんですね。ちゃんとね、ナンバリングされてるっていうところも非常に素晴らしい部分だなと思います。で、こちらバトルクラフトですね。こちらはシルバーでちゃんと塗装されていて綺麗ですね。で、ちゃんとクリアパーツが使われつつ、ちゃんとね、このドリルがね、ちゃんと前に出てきてくれているというね。これちゃんとね、収納式なんですよ。だからね、これは、で、例えばこういう、このサイズでね、この寝頃感でやるってなったらね、結構そのトランスフォーマーだと、もう見えないところはね、ごっつり肉抜きとかっていうのはあるじゃないですか。そういうところでね、例えばこういうところとか、ほら、何にもないんですよ、肉抜き穴とか。ね、こういうところにね、結構作りの贅沢感がありますね。どこにもこういうチープな部分が見当たらない。しっかり作り込まれてるんですよ。ね、オールプラですけれども、チープ感はないですね。ここら辺はね、すごく素晴らしい。だからね、製品としてめちゃめちゃいいなと思いました。これか。はい、ライムさん、乾杯。みんなのロボ愛が止まらない。どうも、ライムさんからスパチャを頂戴いたしました。ライムさん、ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。励みになっております。山中ゆきさん、ナイスパ。ありがとうございます。ちなみに明日は宇宙刑事ギャバンインフィニティ最終回ですね。そっか、もう最終回なんだ。確かに、確かに。いよいよ最後って感じなんですね。あれはどうなんですかね。ギャバリオンは出てくるんですかね、最後。どういった形の、なんかね、ギャバンインフィニティが最後パワーアップするみたいな話だけは聞いたんですけれども、どういう形になって終わるんですかね。あるいは次のね、次作のオメガホーの方にどういう風に絡んでいくのかっていうのは、ちょっと、あれですね。要注目ポイントですよね。チワさん、このアクショントイズの、コンブイ持ってました。めちゃくちゃ手触りがいいんですよね。コンブイは2500円くらいだったような、安すぎてびっくりしました。後発のダイラガー、ゴッドシグマかなり高くなっちゃいましたからね。2500円でしたっけこれ。そんな安かったっけ3、4000、3000円台だと思ってた。3700円ぐらいだったんじゃないかななんて思ってたんですけど、2500円だったか。いや、もうほんとね、だから、いずれにしてもめちゃめちゃ安いですよね。そうそうそう。で、その後ね、だんだんね、やっぱね、高くなってっちゃったんですよね。だからね、それがちょっと悲しいかな、みたいなところはありましたね。まあでもね、このサイズ感で日本のスーパーロボットをね、昭和のね、スーパーロボットとかが、なんか揃えられたら、やっぱ揃えたいですよね。だから、ね、願わくはね、これ、2000円とは言わないまでも、2000円台とは言わないまでも、4000円台ぐらいの、5000円切るぐらいの値頃感で、昭和のスーパーロボット系は、なんか全部出してほしいぐらいに思います。このサイズ感で統一して。いや、そしたらもう、神シリーズになりますよね。めちゃめちゃ素晴らしいと思う。ね、飛びかけとかさ、ね、それこそ最近ね、モデロイドとかでいろいろ出してるじゃないですか。ここら辺も含めてね、なんかミニアクションフィギュアシリーズで出してほしいな。えっと、
オトカメライダーセーバーさん、今、ウルトラマンシリーズも人気が危なく、今までのウルトラマンシリーズ忘れている人たちが多いので、来年から2029年までテレビシリーズは2クール放送で3年で同じ世界のウルトラマンになるそうです。映画は来年から冬2月の映画、夏の、映画、年に2本体制で公開します。ウルトラマンのフィギュアソコピーは今年がさらに多いです。今年ウルトラマン60周年でどんどん今まで以上に発売しています。あ、そうなんですね。へえ。まあまあまあ、でもそうですよね。だんだんだん、やっぱウルトラマンは、ね、あれですからね、スパンがね、短いんで、だから結構、こう、回転が早いんですよね。うん、だから、うん、仮面ライダーとかスーパー戦隊よりも、進みが早くて、だからこそ、ちょっと新しいもの、新しいもの、新しいもの、新しいものってやり続けていくと、やっぱちょっとマンネリ感みたいなのが出ちゃうのかもわかんないですよね。そういう意味でどん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 ちょっと陰っていっちゃうみたいなね。うん。そういう部分は、まあね、でも昔もね、だってそうですよね。ありましたからね、昔も続編どんどん作っていくけど、マンネリ感打破できなくなって、どっかでシリーズ止まるみたいなのは、あった話ですからね。うん。まなんかね、こう、ウルトラマン Z の時に結構ね、毛色変わったかななんていうふうにはちょっと思ったんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、なかなかね、打破するのは難しいですよね。昔なんてね、そのジャンボーグエースとかね、ジャンナインとかね、あんな風にね、ちょっと脇道それたりなんかしてやったりしてましたもんね。まあ、だからそういう意味で、なんか、つぶらやの方も、なんかね、いろんな形を試してみるのもいいかもわかんないですよね。うん。チアさん、アクショントイズで、フラッシュキング出るのかという噂を聞いています。あ、そうなんですか。フラッシュキングってフラッシュマンのそうなのええであったら、なんかそっち側で、昭和の方の、昭和の方のスーパー戦隊とか出てくれんのかなもうなんか SMP 怪しくなってきてるじゃないですか、そこら辺。だったら、なんか統一レーベルで出してほしいですよね。それはそれでいいかもしれない。などと話しておりますが、はい。ということで、合体させていきたいと思います。レッツコンバインてれてれてティン、ティティン、ティン、ティン、ティンということで合体していきたいと思います。はい。まずはですね、こちら、バトルクラフトの方から合体していき変形していきます。まあ、先ほどのようにですね、機種の部分をクランクで畳みます。で、こちらのですね、キャタピラーの部分というか、ランディングギアの部分ですね。これは実は残念ながらですね、まあ、後ろの、はい、スラスターも含めて、実は追加パーツになってるんですね。これは完全に合体するときは余剰になっております。で、余剰嫌う場合は、これなしで、この状態でも、全然成立するので、まあ、これでいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。まあ、一応ね、ここにもね、シャッターが造形されてるんですよ。まあ、心の目でね、ここから、こう、このランディングギアというかね、タイヤが出てきているんだというふうに思えるというね、素晴らしいモールドが、用意されております。さあ、そうしましたらですね、なんとここのサイドのね、ウィングですね。ここがね、ちゃんとこうやって畳めるんですよね。で、畳んで、肩の中に収納できるんですね。いや、これは素晴らしい。ね、超合金魂でもそういうのあったんですけど、この値段、この値頃感で、このサイズ感で、ちゃんとこのね、ウィングも収納式でちゃんとね、中に畳んでくれるっていうのは、非常にいいですね。素晴らしい。さあ、そうしましたら腕を展開します。展開したら軸を中に突っ込むと。
ね、これもね、こういう風に、ね、伸ばしっぱなしじゃなくて、ちゃんと一段ね、縮められるっていうね、この作りの細かさ、素晴らしいですね。はい。ということで、上半身が完成いたしました。はい。そうしましたら、こちらですね。はい。バトルタンク。こちらのバトルタンクの方は、先ほど伸ばしていました、このアームの部分を、20クランクを畳んで中に突っ込んでいきます。こちらも同様ですね。中の軸をクランク、20クランクになっているので、これを畳んで中に突っ込みます。はい、そうしましたらアンテナを倒しまして、で、キャタピラの部分ですね。こちらも上側に持っていきます。上側に持っていきましたら、ここで畳むと。こちらも同様ですね。これもね、非常にちゃんと作り細かいですよね。この軸なんて多分1ミリぐらいじゃない ?1 ミリか1.3ミリぐらいの軸ですよ。ねえ、これすごいよな。はい。ということで、胴体が完成いたしました。はい。そうしましたら、脚部ですね。バトルマリン。こちらもですね、ちゃんとウィングがですね、このももに収納されるんですね。だから余剰パーツとして出てこない。いや、これは素晴らしいですね。で、こちらの、はい、尾翼の方もちゃんとすねの中に格納することができます。だからね、飛び出てるウィングは全部この足の中に格納できる。うん、素晴らしいデザインかなと思います。そうしましたら、こちらバトルクラフト。こちらのバトルクラフトはドリルを収納します。はい、そうしましたら、左右に分割。バトルマリンの方に合体していきます。合体。こちらも合体。おー。小気味よくカチッとはまりますね。うん。で、全然抜けません。ね、ちゃんとかっちりとホールドされてる。いや、これもね、非常に作りがいいですね。さあ、そしてそこにこちらの胴体ですね。胴体部分を、これもね、こんなジョイントになってるんです。ね。この中のジョイントもね、非常に軟質パーツになっていて、ここにこうカチンとうまくロックするような形になっております。合体。シューッとはまって、ここでロック。ああ、いいですね。カチッとロックされて、非常に、小気味がいい。合体できました。さあ、そうしましたら、胴体の方を合体します。胴体を合体。ここで、ロック。はい。これでロックできました。さあ、そうしましたら、最後、ヘッドですね。頭部の方を合体。そうしましたら、首を伸ばして、最後に腕です。手ですね。こちらの手は残念ながら、拳は余剰パーツになっております。こちらの拳の方を取り付けまして、よっ。あ、はまね。拳を、よいしょっと。あ、はまった。こちらも、よいしょっと。はめましたら、さあ、これで完成。
超電磁ロボ、コンバトラー V だー、イエーイ。おー、完成いたしました。コンバトラ V。おー、かっこいい。いや、このフォルム非常に素晴らしいですね。いや、これぞ、コンバトラ V。非常にね、こう、アニメに忠実っていう感じがします。うん。忠実だし、うん。やっぱりこのね、スタイル的にも、ちょっと、超合金魂版のコンバトラ V、初期のね、うん。コンバトラ V っていう感じが、いたしますね。非常によくできてると思います。はい。で、こちらのコンバトラ V には、特段ね、何かがあるわけじゃないんですけど、武器がね、こちらのツインランサーだけ、はい、付属しておりますので、ちょっと持たせてみたいと思います。おー、できた。おー、かっこいいですね。ちなみに超電磁ヨーヨーとか、そういうものはついて付属したりはしていないんですけれども、まあね、付属の武器とかいっぱいある、武器とかいっぱいあるんですけど、そういったね、細かい付属物を、つけない代わりに安く、提供できているとね、あくまでも合体遊びをメインに主軸に置いた商品なので、こういうような構成になっております。いや、もう僕は十分ですね。もう十分。うん。これかっこよければ何でもいいですもん。そんないっぱいいろいろね、武器がね、つかなくてもね、全然僕は満足です。いや、でも、いや、よくできてますね。うん。この値段で、これだけしっかりとね、作られてるっていうのは素晴らしいですね。これですよ。まとまりがめちゃくちゃいいですね。うん。この背中。いやー、素晴らしいですね。いや、これは、このさ、このね、手頃感というか、遊びやすさ、遊び心地で、いや、これだけかっこいいんだから、いやー、すごいシリーズです。で、稼働もね、かなり柔軟にコンバトラー V なのに取れるんですよね。なので、こういったような感じで、ハの字に、はい、踏ん張ったりすることもできます。いいですね。めちゃくちゃ素晴らしい。一応ね、なんかこの、コンバトラ V の必殺技といえば、超電磁スピンなので、まあね、せっかく手首乾燥できるので、まあね、手首に差し込める用の、まあ、超電磁スピン用のね、トゲトゲがまあ、付属してもよかったかなと、それだけはね、うん、あってもよかったのかななんて思うんですけども、まあ、そんなのはね、大した問題じゃないというかね、よっぽど気になかったら自分で作っちゃえばいいんで、大した問題じゃないかなと思います。いや、それよりもね、このスタイルですよ。ね、このアニメに忠実、ちゃんとね、うん、リスペクトを感じる、この、この造形は非常に素晴らしいですね。も
ギミックも含めて、僕的には、ギミックサイズ含めて僕的にはもう100点ですね。もう100点のコンバトラー V って感じがします。はい、おとかめながセバさん、まだ先ですが、自分将来のこと考えてとファンと楽しむために YouTuber になります。なった時はよろしくお願いします。なったらいつか俺が大好き研究所さんとコラボしたいです。ボルテス5、コンバトラ V かっこいいです。見かけたら欲しいですね。あ、そうなんですね。あ、ぜひぜひ。もしね、やられたら、そういうような企画もやりましょう。ということでですね、こちらコンバトラー V の方は、こんなところかなと思います。またね、あともう一点、そうだ。こちらのコンバトラー V といえばね、はい。後にね、必殺技として追加されたですね、はい。合体マシン形態のグランダッシャーという形態がございました。なんですが、実はですね、このグランダッシャーの形態っていうのは、この、ミニアクションフィギュアでは、再現はできません。その再現はオミットです。実際ね、それがね、追加されたのは超合金魂なんですよね。なので、まあ、なくても、当然って言っちゃ当然なんですよね。なので、なんですが、ちょっとね、なんとなくやってみたいかなと思います。まあもちろんね、パーツが足りないので、できないんですけれども、一応こんな感じで、実際はね、ここにもうちょっとね、長いアームが必要なんですよ、このキャタピラに。ただね、このキャタピラは着脱式じゃないんで、まあ、前に向けてもこんな感じになっちゃうんですね。うん。で、腕をこんな感じで畳みまして、そんで足首を前に倒すと。はい。この状態が、こんな感じの状態が、はい。なんとなく、なんちゃって変形版のグランダーシャだイェイおー、一応なんとなく、グランダッシャー形態にもなりました。イェイおー、うん。見事な寝そべりですけれども、まあ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 、ここまで再現できたからいいんじゃないかなと。本当は、このキャタピラがもうちょい下のここら辺まで来るんですよね。あと、アームがこの2倍ぐらい必要なんですよ、長さが。だからこのね、アームを延長するギミックっていうのがオミットされてるので、このグランダッシャー形態はオミットって感じなんですけど、ちゃんとね、足首がここまで曲がるので、まあ、一応なんとなくのグランダッシャー形態は再現できますので、なのでね、アクションミニアクションだけで、いや、もう、コンバトラー V の、はい、楽しみは、いや、もう十分、すべて堪能できちゃうんじゃないかな、なんていうふうに思います。やっぱね、グランダッシャーできるっていうのは、やっぱりいいですよね。これがね、なんとなくでもできるとできないとでは、ちょっと運命の差なので、いやー、非常にできて僕は嬉しいです。よっ。これね、手首がね、残念ながら完全な余剰パーツなんですよね。ここだけちょっと残念。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。
あんまりこうね、贅沢は言えないというかね。いや、でもね、非常に素晴らしい出来だなと思いました。さあ、続きまして。はい。はい、続きまして、続編にあたります、ボルテス5ですね。はい、こちらをレビューしていきたいと思います。はい、実はですね、このボルテス5、もうね、僕めちゃめちゃ気に入りすぎちゃって、実は追加でかなり塗装しております。実はね、もっと簡素です。もっと簡素なんですよね。コンバトラー V は、そのまんまです。製品そのまんまなんですけど、ボルテス5に関してはですね、かなり僕追加で塗装しちゃいました。ね。なので、ちょっとね、そこら辺も含めて、ちょっとマシン形態から見ていきたいと思います。少々お待ちください。はい。じゃあまずはですね、こちらですね。主人公メカの、ボルトクルーザーですね。めちゃめちゃかっちょいいジェット機になっております。いや、これ僕ね、子供の時からめちゃくちゃ好きなんですよね。で、先ほども申し上げました通り、かなりね、おもちゃとしてはパワーアップしておりまして、コンバトラー V のね、バトルジェットの時は、昔の超合金版ではね、後ろのブースタージェットが追加パーツになって完全な余剰パーツになってたんですけど、このボルトクルーザーはきちんとね、後ろ側がかなり大型化されたかっこいいジェットになってるんですけど、この大きなね、翼も含めて余剰パーツが出ないというね。なので、どの方面から見てもめちゃめちゃかっちょいいジェットになっておりますね。で、こちらは、こうね、先ほども申し上げました通り、頭部がね、実はこの状態だと隠れてるんですね。で、クランクして合体するときに頭部が現れるっていう機能があるんですけど、まあ、ミニアクション版ではその機能はオミットされております。でね、これもね、めちゃめちゃ好きだったんで、ちょっとね、追加で塗装しました。こういうね、細かいところ、ここら辺を金で塗ったりですね、ここら辺もゴールドでちょっと差し入れ入れたり、中にね、ちょっと、中の見えにくいところですけど、シルバーを入れたりですね、細かいところちょっと色を付け足しております。なのでね、少し、豪華になっております。見た目が。やっぱりね、ちょっと僕もね、子供の時から思い入れがあったので、ちょっと気合を入れてしまいました。はい。そしてですね、こちらは、ボルトボンバーですね。一平ちゃんの乗るボルトボンバーです。で、これはね、変形の仕様がいくつかあるんですね。こういうの、超合金版みたいな、こんな感じになるパターンもあるし、アニメだとね、こうやってちゃんとまとまった感じのこういう感じの、ブロック状になっている飛行形態もあったりするんですけれども、はい。こちらはこんな感じでまとめてみました。ね、めちゃくちゃかっこいいですよね。超合金版ではね、結構さっきみたいな感じで、ちょっと手が出てるね、空飛ぶ腕みたいな感じのデザインなんですけれども、こうやってまとめるとちゃんとしたね、かっこいいマシンっていう感じがしてすごくいいですよね。またこれにも、こいつもね、ボルトボンバーも、ちょっと、追加塗装を施しております。このね、上のこの赤のラインとかは付け足しました。ね。これね、あるんですよ。あるんですけど、ミニアクションだと、オミットされてるので、
これはね、付け足すと非常に効果的です。ね、こういうところもシルバーを塗ってみたりですね。あとはこちらですね。はい。スラスターの部分もちょっとこんな感じで、豪華な感じに塗ってみました。ね、この赤1本あるだけでね、全然違うんですよ、見栄えが。なのでね、ちょっと赤のライン足すだけなんで、ぜひ、塗装技術をお持ちの方だったらやってみたらいいんじゃないかなと思います。またね、こう、キャノピーもね、めちゃめちゃかっこいいんですよね。かなりのね、面積の部分、クリアパーツになっていて、うん。これかっこいいですよね。うん。80年代のスーパーカー的な感じのかっこよさがあるなと思いました。はい。そして、こちらが、ボルトパンザーですね。タンクです。こちらはね、バトルタンクの時のように、このアームが伸びてですね、はい、いろいろこう表情をつけられるようになっておりますね。しかもね、このアームは別に特別追加パーツを必要とせずですね、こんな感じで前に展開できるようになっているので、これも非常にいい、はい、作りだなと思います。ね。こういうところにね、細かい塗装なんかも追加で付加して入れております。こういうところね。うん。あと、ここのね、緑の部分も追加いたしました。キャタピラの部分もこういった感じでシルバーに塗ってみたりして、はい、ちょっとね、追加塗装をするとですね、より愛着が湧きますね。うん。で、バトルタンクの時は、なんだかよくわかんない感じの、重機って感じでしたけど、はい。ボルトパンザーになると、ね、ちゃんとした、機種が出てきてね、コックピットブロックが出てきて、うん。よりマシンって感じがしていいですよね。かっこいい。はい。そして、こちら、ボルトフリゲートですね。うん。コンバトラー V でいうところのバトルマリン的な立ち位置にある、はい、メカになると思うんですが、やっぱりこのコンバトラー V の時は、足が円筒状だったんですよね。うん。筒だったんですね。丸い。でそれに対して、かなりね、角張った形の、形状をしているので、よりマシンっぽさが出て、やはりこちらの方が、ジェットとしてのまとまり感ははるかにいいんですよね。うん。また、なんかこのね、説得力というか、マシンとしての説得力のためにね、こういうところに、環境みたいなパーツが、ももから出てみたり、うん、随所にね、ちょっとマシンとしてかっこよく見せようとする努力が、はい、垣間見えるかな、なんていうふうに思います。これもいいですよね。うん。ただの下半身パーツなんですけど、まあ、いろいろね、こういうふうに付け足して、マシンとして、見せてるって感じですね。で、こちらのボルトフリーゲートに関しても、かなり追加塗装を施しまして、こういうのはね、ゴールドの部分ですとか、ね、こういうところもそうですね。あと、この緑でね、真ん中の部分塗ってみたり、うん。あと、ここですね、シルバーで、こういったところを追加で塗ってみたりしました。ね。これもね、実は、無塗装の状態で、製品そのままだとね、やっぱこれ、平らな部分がかなりの面積を占めるので、ちょっとのっぺりした感じが僕にはしたんですよ。なので、これね、色入れるだけでもうまるで全然違くなりますね。格段になんかかっこよくなったような気がします。なのでね、これは非常におすすめですね。こういう塗装するのは。またね、これはね、安かったんで、非常にね、この塗装をする、なんでしょう、障壁が低かったというかね、安いからまあいいかっつって、塗装するのに非常に気が楽でした。
はい、そして、こちらが最後ですね、ボルトランダー。はい。こちらね、岡長官のね、娘の岡めぐみちゃんが乗る、ね、女くのいちの、ね、なんでしょうかね、セクシーくのいちのね、が乗り込むやつです。これがね、ちょっと取れやすいんですよね。うん。で、コンバトラー V のバトルクラフトには、本当にね、足が左右でくっついただけなのに対し、これはね、ちょっと一つね、一手間工夫を加えてるんですよね。この足首の部分が、こう、回って、で、そこが合体してっていうことなんで、ただの足首が合体しただけ、左右でくっついただけじゃなくて、ちゃんとなんか一手間加えてマシンになったっていう風に見せてるところが素晴らしい、パワーアップした部分だなと思いますね。こういうアンテナとかも展開できたりなんかして、いや、非常に素晴らしいですね。かつ、このね、ボルトランダーも実はここにですね、ドリルが展開できるようになってるんですね。なので、はい、バトルクラフト同様にドリルを前に展開することも可能です。いや、これすごくいいですね。で、ここもね、ちゃんとゴールドで塗装したり、こういうとこね、ゴールドを追加したり、ね、ここ緑で塗装したりですね、ちょこちょここちらにも手を加えております。なのでね、非常に豪華な感じの、はい、印象になりました。というのが5体のボルトマシンでございました。ね、ここからさらに合体してボルテス5の方にしていきたいと思います。それでは合体していきたいと思います。まずは、こちらですね。ボルトボンバー。こちらのから合体させていきたいと思います。はい、こちらの方は、まず、後ろのですね、このブロックを左右に展開いたします。はい、そうしましたら、機種を中に畳みます。で、このウィングがね、すごいなと思うんですけど、このウィングがね、ここにあるんですけれども、これをね、ぐわっと後ろに持ってきてですね、で、さらにここでこう畳んで、肩の中に収納できるんですよね。これすごいですよね。ここで、中でね、この軸、細い軸なんですけど、これ中でね、スライドさせて、回転させて、で、さらに肩の中に押し込むっていうね、すごい機構で腕の中にね、ちゃんと格納されるんですよ、ウイングが。いや、これすごい考えられてますね。はい、そうしましたら、腕を伸ばして、これで腕の完成です。はい、そうしましたら、こちらはボルト、パンザーですね。ボルトパンザーの方は、アームの方を上側の方へ畳みます。はい。で、そうしましたら、キャタピラをぐるっと回転させて、内に畳みます。そうしましたら、機種の部分を中に突っ込みます。はい。そうしましたら、こちらは、ボルトフリゲートですね。はい、こちらの方は、ウイングを畳みまして、で、こちらの環境部分も
畳みます。そうしましたら機種を縮めます。はい。これで合体準備完成です。はい。そしてこちらですね。ボルトランダー。こちらは先ほどのドリルを格納しまして、アンテナを畳みます。でそうしましたら左右で分割しましたら、はい、コックピットブロックを90度横に倒します。さあ、これで合体準備完成です。では合体させていきたいと思います。まずは足首の方を合体します。合体。はい、合体できました。結構ね、このボルトフリゲートのこの後ろのスラスターブロックがですね、そのまんまジョイントになってるんですね。だから結構かなり深くまで食い込みますので、合体自体はね、カチッと合体できます。なので、全然ね、プラプラ外れるっていう感じの部分はないので、このサイズですけど、なんかポロポロポロリするっていう感じはないですね。これも非常に作りとして非常に素晴らしい。さあ、そうしましたらこちら。胴体と下半身ブロックを合体。おー、これもかなり史実合計な感じの、はい、合体になっております。さあ、そうしましたら、こちらの部分ですね。この空いてる部分。こちらの方に、ボルトクルーザーの方を、ボルトボンバーの方を合体。おー、ガチャンと。ちょうどこの隙間の中に、ピタッと入るのが気持ちいいですね。素晴らしい。はい、そしたら、もうこの段階で、はい、完全余剰パーツになっております。この拳パーツですね。これを取り付けていきます。ここだけがちょっと残念なんですけどね。はい、拳パーツを取り付けます。はい、最後に、ボルトクルーザーですね。こちらのボルトクルーザーは、ここを、はい、ボールジョイントでロックされているので、ここを外しましたら、そのままクランクで、このような形を作っておきます。そうしましたら、そのまま、ヘッドオン。さあ、これで完成。ボルテス5だイェイおー、めちゃめちゃかっちょいい。いや、コンバトラー V もかっこよかったんですけど、いや、ボルテス5めちゃめちゃかっちょいいな。いや、この顔がね、めちゃくちゃかっこいいですよね。もうね、昔からね、このボルテス5の顔すごい好きなんですよね。この顔。いやー、めちゃめちゃかっちょいいな。このね、顔も塗装をちょっと追加しております。この縁をね、塗ってみたり、ゴールドをね、足してみたりして、ちょっと豪華な感じにしてるんですけれども、めちゃくちゃかっちょいい。またね、コンバトラー V に対してかなりね、角張ったフォルムというか、箱箱しいというかね、四角で構成されているので、よりロボット感があるというかね、よりスーパー戦隊ロボ感があるというか、そういうところもね、すごく僕は気に入っております。またこちらにも、付属するものがありまして、これがですね、はい、こちら、ドドン。
天空剣ですね。必殺技の天空剣。こちらが付属します。他にもね、コンバトラー V もボルテス5もね、多彩な武器があるっていうのが魅力のロボだったりはするんですけど、はい、付属するのはこちらの天空剣のみという形になっております。いや、でもね、これだけで十分ですね。めちゃくちゃかっちょいい。必殺剣があるだけで、全然かっこよくて僕は大満足ですね。おっと。よっ。はい。OK です。で、このね、昭和の合体ロボなんですけれども、合体ロボかつ、ね、割とこんなね、安めで買えるロボなのに、ちゃんとですね、稼働も、ある程度仕込まれてるんですよね。だってこんなところ、こんな箱でじゃないですか。だから、これ稼働なんてないように見えるんですけど、これね、ちゃんと軸が引き出しになっていて、なんと、90度まで前に振ることができるんですよね。だから、これすごいよな。だって、こんなこんなところまでポーズ取れるんですよ。ね、すごいですよね。で、こちらはね、変形の恩恵もあるんですけど、なんと、天空剣を両手持ちすることもできるんですよ。これ、めちゃくちゃ素晴らしいですよね。この構造。いや、すごい。天空剣 V の字切りってできるんですよ。いや、これは素晴らしい。十分以上の可動域ですね。だからといってね、なんか、くにゃ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 余計なところがね、いろいろ動きまくってポーズ取らせにくいとか、そういうこともないので、いや、すごく七実合剣かつ、柔軟な稼働も持ってて、めちゃくちゃ素晴らしいですね。しかも安いっていうね。これはもうほんと神玩具です。ボルテス5好きにはもうたまらない玩具なんじゃないかなと思います。いや、下手したらね、触り心地がこれね、すごくこう、気軽に触れる分、超合金魂触るよりも全然楽しい。かっこいいしね、単純に。先ほどのコンバトラ V も含めまして。で、こちらのツインランサーなんですけど、ちゃんとですね、これ絵が取れて、はい、合体バージョンも再現することができます。よいしょ。よいしょと。はい、こんな感じの風に再現することもできます。おー、いいですね。おー。新旧超電磁ロボの並び立ち。おー、いいなぁ。おー、かっこよ。素晴らしいですね。あ、そうだ。さらに、
このボルテス5はコンバトラー V と同様にですね、実はボルテス重戦車というですね、合体、メカモードっていうのも設定上あります。もちろん、コンバトラー V と同様にですね、ミニアクションシリーズではその機能はオミットされてるんですが、一応今回は、試し、それらしい感じにできないかどうかちょっと試していきたいと思います。まずね、こちらちょっと余剰パーツなので外しておきます。はい、そうしましたら、こちらは、コンバトラー V 同様に、上側に畳んでいきます。ただですね、これちゃんとは曲がらないですね。うん。コンバトラー V の時のように、ピタッとはくっつかないんで、こんぐらいが限度ですね。で、こちらのキャタピラーが、一旦これ胴体外して、キャタピラーを前に持ってきての、もう一度合体。はい。こんな感じでキャタピラーを前に持ってきます。で、そうしましたら、こちらですね、足少し伸ばして前にすると、なんと、ちゃんとね、前に来る機構はあるんですよ。なので、なんとなく、多分想定はされてたんでしょうね。で、こちらの方の環境とかを立てて、さあ、これで完成。ボルテス充填車だイェイおーなんとなくできました。こちらもね、キャタピラの部分のアームの長さが足りないので、一応なんちゃってなんですけれども、これ、肘部分をちょっとね、立てておけば、それなりの位置に状態を起こすことは可能ですね。おー。なかなかいいんじゃないこれ。キャタピラの位置さえ目つぶれば。ね、十分、ボルテス重戦車っぽく見えます。おー、いいですね。ここ、ウィングもちょっと立てると、マシンっぽくなって、よりいいですよね。ああ、いいですね。おー、素晴らしい。これはもうボルテス重戦車と言っていいんじゃないでしょうか。十分かっこいいと思います。おー、いいですね。ボルテス重戦車も再現されました。ここまで再現できると、もう完璧なボルテス5玩具と言っても過言ではないかなと思います。一応ここにも塗装を入れております。一回外さないと、キャタピラがね、展開できないというのがたまに傷ですが。はい、ということでですね、
一通りの、昨日、レビューをさせていただきました。おー、いい眺めですね。なんだろう、仮面ライダー1号、2号って感じですね。やっぱり。結構似てる。うん。でもね、非常にクオリティが高くてね、めちゃめちゃいい玩具でした。やっぱりね、このコンバトラー V、ボルテス5がね、これだけしっかりと、再現できてってね、変形も合体もできて、これだけね、デザインもしっかりと再現されていて、これだけの安さでね、もう言うことないですね。で、しかもね、サイズ感がめちゃくちゃいいんですよ。だってこれ5体合体のロボでしょ？なんですけど、まあね、例えば、トランスフォーマーの、ね、バンブルビーとかって並べてみてもね、こんな、ほとんど変わんないぐらいのサイズ感なんですよね。うん。それと前回ね、ご紹介しました、はい、ボルカニカス。ドドーン。ね、ボルカニカスだって、あんなにね、6体合体なのにめちゃめちゃちっちゃいなんていう風に思ってたんですけど、そのボルカニカスがすごい巨大に見えるぐらい、ね、素晴らしいサイズ感ですよね。まあ、ちょうどミニプラ1号ロボぐらいですね。サイズ感的にはちょうど、はい。スーパー戦隊ミニプラ1号ロボと、まあ、同じぐらいのサイズ感ですね。うん。上背はもうほぼ同じぐらいです。だからこのミニアクションシリーズが、もういかに遊びやすい手頃なサイズかっていうのがわかるかなと思います。ちょっとこれはね、一旦はけておきまして、こっちの方がわかりやすいか。おー、すげえ。なんかすごいですね。素晴らしい。はい。ということで、ご紹介させていただきました、コンバトラー V ボルテス5ミニアクションフィギュアシリーズでございました。ね、めちゃめちゃ素晴らしいですね。久しぶりにこうやって触って遊んだんですけれども、いやー、楽しいな。うん、やっぱりね、うん。僕もね、ちょっと世代ではないんですけれども、ちょっと下なんですけど、僕は。それでもね、子供の頃からこのボルテス5はかなりね、好きだったので、子供の時からね、結構な、思い出の玩具だったりしたので、いや、そういう意味ではね、いや、この手頃なサイズ感でこれだけしっかりとね、遊べるロボ玩具が出てるっていうのは素晴らしいなと思いました。ね、そんな中で、やっぱりこう、まあ、言いたいなと思ったのが、一番最初ね、冒頭でお話しいたしました、やっぱこの新しくなったコンバトラー V ですよね。超合金魂版コンバトラー V。
あれでね、やっぱりこう、かなり、いろんなところのパーツがね、飛び出たり、あとパーツ分割でね、いろんなところがね、ひび割れたみたいな感じで、あの、モールドがね、大量に追加されてみたり、まあ、してるんですよ。うん。で、それがなんかこうメカとしての説得力を増させてるというか、うん、そういう感じの解釈なんだろうなと思うんですよね。うん。で、まあ、そういうのは、今回のボルテス5だけじゃなくてね、あらゆるものに言えると思うんですよ。いろんな、ロボ玩具、まあ、ロボットのデザインが、うん、なんかこう、新しくなるにつれて、どんどん複雑な面構成になっていくっていうのはあるじゃないですか。うん。だけど、それって、じゃあ、果たして本当にレベルアップしてることなのだろうかっていうことなんです。僕も実はデザインをやっておりまして、勉強してたので、で、デザイン事務所とかでも勤めてたことありまして、なので、いろいろこうデザインの仕事をやるときにですね、よくよく先輩に怒られたりしながらやってたのがですね、あの、足し算をするなっていうふうには言われてました。うん、足し算をするっていうのは一番安易な方法なんですよね。うん。デザインっていうのは、アマチュアのデザインは足し算だと。でも、プロのデザインっていうのは引き算なんだっていうふうに僕は教わったんです。うん。で、それは、ああ、そういうことなのかと思って、深くね、こう納得した部分があったんですけれども、これロボデザインにも言えることなんじゃないかなと思っていて、なんか面構成がいっぱい複雑になればなるほどかっこいい、クオリティの高いものっていう風に扱われがちじゃないですか。そんで、確かにそういう風にすれば、大きなお友達というかね、大人には、そういうものが刺さったりすると思うんですよ。複雑で、なんか複雑で、なんか豪華って感じ。うん。で、それって大人っぽいデザインって言って、まるでね、素晴らしいデザインだな、なんていう風になって、まあもちろんそれを否定するものではないんですけども、僕も。うん、そういう部分もね、そういうのもかっこいいと僕も思ってますし、だけど、じゃあ本質的にロボット玩具としてそれは正しいのだろうかって思うんですよ。となった時に僕はね、必ずしもそれは正しくないと思ってるんですよね。なんでかっていうと、足し算って正義じゃないと思ってるんで、そう、本当のところっていうのは本質を掴もうと思えば思うほど、デザインは引き算になっていくんですよね。線を足していくんじゃなくて、線を引いていくんですよ。線を引いて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 、最後に残ったラインが、人を感動させられるラインかどうかなんですね。いっぱい線を引いてみて複雑になったもので、この中の線のどれを選ぶかは見るあなた次第ですみたいな感じの絵の描き方もあるんですよ。ね。だけど、本当に上手い人は一本だけの線なんですね。で、自分が選んだ厳選したラインはこれですっていう風にやるんですよ。そう、素人は鉛筆でバーっと書くんです。そうすると、すごい上手に書けてるように思うんですよ。うん。めちゃくちゃかっこいいっていうか、めちゃくちゃ上手に絵が描けたって思うんですけど、プロになった時は、その鉛筆の中から1本選んで、ペンでなぞれって言うんですよ。で、鉛筆の線は全部消せって言われるんですね。そうすると、いっぱい鉛筆の線をシャーっと描いた時は、すっごい上質なものに見えたんですけど、そこを一本の線でこうやって描いて、残りの鉛筆線を消すと、途端にチープになるんですよね。
チープになるんですよ。一本にしちゃうと。でも、それがその絵の正体なんですよね。鉛筆でごまかしてるだけなんです。一本線をお前が選んで引けって言われると、よりチープになっちゃう。だけど、本当にデザイン力のある人は、残った一本の線で人を感動させられるんですよ。だから、漫画家、ね、素晴らしい漫画家の漫画は、そういうことなんですよね。だから、ドラゴンボールとかも、ものすごいじゃないですか。シンプルな線で人が感動できる線じゃないですか。だからそういうものだと僕は思うんですよね。だからその上で、やっぱこのね、昔のロボットってすごい洗練されてると思っていて、ライディーンとか美しいじゃないですか、なんか。ね、このコンバトラー V もボルテス5もめちゃくちゃ美しいじゃないですか。だからこそ、これだけね、みんなの心の中に残っているし、文化として残ってるんですよ。デザインが優れているからです。だからね、このデザインって、でも、あのーそれからね、何十年も経って、いろんなデザインが出尽くした後に見ると、いや、シンプルすぎるじゃん、みたいな。いやいやいや、のっぺりしすぎじゃん、みたいな感じに思っちゃったりするんですよね。今の感覚で言うと。だけど、背骨の部分を作っているっていうことの偉大さを、重要さというか、凄さっていうものに気づいてない場合があるんですよね。で、これは別に買い手がそうだっていうだけじゃなく、作り手側ももはやそういう次元になっちゃってるんですよ。そう、ロボットのデザインをする人とか、ね、プロ、あの、プロデュースする人とか、そういう人ですら分かんなくなっちゃってるんですよね。大人に刺さるデザインは両デザイン。ね。今の時代はこれだと時代遅れだからとか、なんかね、勘違いしちゃうというか、本質を見失ってるデザイナーとかって結構多いんですよ。で、しかもこれが海外に売れるようにしなきゃいけないとか。で、海外は海外で線を多くすれば、それが上質デザインだっていうふうに、しちゃっている節があるんですよね。うん。で、それが壊してること、今までのデザインを壊して新しいものを生み出していることになっていると勘違いしちゃっている節があるんですよね。それをやるのは結構なんだろうな、劇薬なんですよ。ドーピングというか、それで上質になった、レベル高くなったって、違いを見せられたっていうふうに言うのは簡単なんですよね。だって足し算してるんだから。ないものをペタ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 くっつけるりゃ、前と違うものに簡単になるんですよ。だけど、その足し算っていうのは未来がないんですよね。もう足すだけ足したら、もう足せなくなったらそこで終わりなんですよ。つまり先がないんですよね。うん。で、つけすぎてもくどくなりますし。だ結局その元の洗練された線の美しさっていうものがなくなっちゃうんですよね。ペタ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 余計なものをくっつけることによって。ってなると、感動がなくなっちゃうんですよ。だから、今回のコンバトラー V のリメイクは、ものすごくセンスがないと僕も思いました。正直。元のこのコンバトラー V の美しさの
本質を全く理解してない人が、いろいろつけちゃったんだろうなと、違いを出すために。と、僕はデザインを見て理解した感じですね。決して今のデザインにリファインするなとは言ってないです。リファインするんだったらしたのもいいと思ってます。でも、それはあくまでもこのラインの美しさを理解した上でやってほしいなっていうのは思いますよね。なので、コンバトラー V ボルテス5リメイクするで、今の令和のデザインとしてリファインします、上質にかっこよくしますっていうんだったら、それなりの形をすればいいと思うんですよ。バンダイはできると思います、それは。だって、ガンダムではできてるじゃないですか。ニューガンダムとか、ダブルゼータガンダムのね、MG のマスターグレードで出たダブルゼータのバージョン過渡期なんかは、元のダブルゼータとは全然違うじゃないですか。デザインはね、かなりリファインされてるし、元のデザインとは全然違うぐらいのデザインに僕には見えるんですけど、でも、ちゃんとダブルゼータの文脈は保ってるんですよ。それでいて、古臭くない。それでいて構造的に納得感がある。きちんとまとまってる。で、変形したガトも、ね、G クルーザーとしても航空機的なかっこよさを持って、カチッと変形して、いや、非常に上質な、ロボ玩具というか、ガンプラに仕上がっているから、すごく僕は感動しました。バージョン化時ね、ダブルゼータ。できるんですよ。決して、バンダイを卑下してるわけじゃなくて、バンダイは全然できるんです。非常にクオリティ高いですし、だから、なぜ今回ああいう風になったのかなと思ったんですよね。何かこう、多分、方向性の違いなんだと思うんですよね、方向性の。プロデューサーさんなのか、ディレクターさんなのかが、こういう形でいこうっていう、うん、そのディレクションがちょっと、トンチンカンになっちゃってる可能性はあるのかなって思いましたね。やっぱりね、うん、そういうのをやる場合は、そういうのが許されるものでやった方がいいなと思いましたね。スコープドッグとか、ボトムズとかね、あとは、マクロスとか、モスピーダとか、ああいうのだったら許されると思うんですよ。あとはドラグナーとか、レイズナーとか、ああいうのだったら全然、ああいう風なね、付け足しで、複雑な面構成にして、今みたいな感じでリファインしましたっつっても結構許されるとは思うんですね。いや、まあまあまあ、なんですけど、こういうね、芯食ったデザインをしているものを、ああいう感じでいじっちゃうのは、ハレーションがかなり高くなるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。うん。元のデザインがちょっと神がかっている以上、やっぱそれはね、慎重にいった方がいいんじゃないかなと思いました。いやー、ちょっとね、今回ね、なんかこう、何しようかななんていうふうに思ってたところに、コンバトラー V のね、話が、はい、舞い込んできたので、いや、ちょっとね、一過言あるぞというのがあったので、まあね、ちょっとね、あんまり早い時間に言うと、いろいろ怒られそうなので、ちょっとね、一回レビューし終わった後に、深い時間になってから言おうかなというね、ちょっと姑息な手を考えまして、はい。ちょっとね、これらのね、デザインの話をちょっとしたいなと思いまして、今回ね、こちらのアクション
ミニアクションフィギュアシリーズのコンバトラー V ボルテス5の方をご紹介させていただきました。ね。いや、非常にでもね、これ自体はものすごい素晴らしいものでした。ね、素晴らしいなと思いました。でね、この、ミニアクションフィギュアシリーズは、他にもですね、いろんなシリーズ続いてまして、長浜ロマンロボシリーズのね、3番目のロボであります、ダイモスもありますし、その後ね、まあ一応その長浜ロマンロボシリーズとして、くくられる、ダルタニアス。ね、これはくくられる場合とくくられない場合とがあるんですけど、このダルタニアスも出ておりますので、こちらもね、ご紹介したいな、なんていうふうに思いますので、まあね、今後もちょっとね、いじくりまくっていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。いやー、いろいろ喋りました。あ、それとですね、来週になるか再来週になるかっていうのはちょっとわからないんで、まだちょっと決めてないところになるんですが、企画やりたいなと思っております。はい。何を企画してるかと言いますと、以前ね、やりました、俺合体コンテスト。あちらをですね、第2弾、やりたいな、なんていうふうに思っております。ね、近々、ちょっとね、ご案内の投稿とか、ポスト、X のポストとかですね、で、お知らせしたいと思ってるんですけれども、はい、来週か再来週あたりにちょっとやらせていただきたいなと思いますので、ぜひぜひね、X で、皆様、何かね、俺合体お持ちでしたら、写真かなんかでね、投稿していただければ、はい、生配信にて、そちらの方をね、当チャンネルでご紹介していきたいと思います。なのでね、ちょっとぜひぜひ、そちらのね、何か、いろいろありましたら、ご参加していただければなと思いますので、はい、チェックの方よろしくお願いいたします。いやー、いろいろ喋った。ということで、また次回の、また次回もね、楽しい玩具を見繕って、レビューしていきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。あっちでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。